んな失敗も成長への道、ライジングスターズゼミ。ライジングスターズゼミまた来てもうたな。でも結局なんだかんだ勉強になるんよね。だから今日も勉強しよう。お、始まる。学校入ってきたらあかん人やろあれ。すごいホラー感。怖い。邪魔するで。邪魔すんやったら帰って。あいよ。嘘やん。やるそれ。これ。やなくてびっくりした。ライジングサンゼミ。始まった。またやります。やります。やりますか。今回もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。慣れましたか。このクラスには。このクラスにはっていうかもう一人だけなんでね、慣れるも何もないというか。いやいや。一人で。かわいそうやんか。もう一人いんの。いるやん。ここ座ってはる。にしては薄いね。座ってる人。いや、いるよ。座ってる人薄いる。いいんですよ、そういうことは。そういうことじゃない。あなたが言ってるからね。さあ今回もね、Amazon スポンサー広告いろいろねやっていきますから、よろしくお願いしますよ。よろしくお願いします。勉強させていただきます。ライジングスターズゼミ、今回もねちょっと Amazon で絶賛成長中の方をねちょっと特別講師で呼びまして、彼の失敗とかこの対処法を学んでいきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ今日も特別講師の方来ていただいていると。楽しみですよ今日も。そうなんです。なんでちょっとね今回はこれです。何？これ見てください。ありがとうございます。はい。何ですかこれは。お財布だ。しかもこれコンパクトにもかかわらず、これ見てください。U の字にこうなっていて折り目がつかずにこのお札を入れれる。これはいい。嫌やね、折り目つくのね。そうでしょ。出す時めっちゃ嫌。でも長財布を持つにはちょっとということで、これあんねや、こういうのが。今回はその素敵なミニ財布をメインに販売している特別講師の方に来ていただいております。どうぞ。面接かと思うぐらいきっちりされてる。やっぱりすいません、よろしくお願いいたします。出た、足の会シャッターチャンスですか。ありがとうございます。ぜひちょっと自己紹介の方よろしくお願いいたします。株式会社京電代表取締役達田正夫と申します。達田さん、社長が来ていただいて。社長には見えないこのおしゃれな。ありがとうございます。ほんまですね。昴生君、どうですかそのお財布。この財布すごいいいですよ。やっぱデザインもそうですし、あと質感もいい。やっぱこの紙幣が折れないというね。そこなんです。この機能素晴らしいですね。いいでしょう。欲しくなりました。欲しい。いただけるんですかこれ。すみません。それはやっぱり作ってはるんでダメです。厚かましい。僕がごめんなさい言います。いや社長ダメです。何も言ってはらへん。社長が断る。社長はあげそうやったから。いい人やから。あげてもええやん。いやあかん。あげたの。あかんよ。なんで？そう一生懸命作って。いや社長いいっすよね。達田さんこれいただいて。あかん。社長に聞くな。あげんねん。社長なんでもあげんねん。何社長お前の影に隠れんねん。ライジングスターズゼミ。早速なんですけども、その京電さんについてです。詳しい情報、こちらにまとめておりますので、こちらです。じゃん。さあということでですね、京電さんはですね2005年に達田さんのご実家のガレージから開始し、ガレージ。そうです。最初はメンズカジュアル衣料のアパレルメーカーとしてスタートをしました。そしてその後一から手作りにこだわった革小物をメインにしたコトカルというブランドを舵を切ります。でもこうアパレルから革小物、これ思い切った舵の切り方ですよね。これはなんでですか。アパレルやってる時は協力工場で作っていただいたものを全国の専門店に卸販売をしてたんですけど、なんかそれやってるうちに自分たちの手で作ったものを直接お客さんにお届けしたいなっていう思いが強くなってきて切り替えたって感じですね。手で作ったもの、その温かみがね直接届いたらという。素晴らしいですね。タッツンが言うに。タッツン。どの瞬間にそんなに距離が縮まったの。
達田さんって言ってたやん。そしてですね、もともと百貨店のポップアップなどで商品をですね売っていたんですけども、このオフライン販売、これの限界を感じて Amazon を含めたオンラインでのこの出品を開始されたということです。オフラインの限界どういうとこに感じたんですか？全部自分で売り場に立って販売してたんですけど、やっぱ体力的な限界を感じたのと、あともう会社にもなかなか帰れなくって、これやっちゃうとね。そうなんですよ。だから責任者がいないっていうのはやっぱ良くないかなっていうふうに思って。それでオンライン。そうなんですよ。そうなんです。じゃあそんな達田さんがですね創業以来掲げている大きな目標があるということなんですが、それがこちらです。京都発信の世界ブランドを作る。世界ブランド。はい。これアパレルの時から創業以来ずっと変わらず、掲げてる目標なんですけど、社名にも関係してて京伝っていう社名にしてるんですけど、これはもう京都を伝えるっていう意味でものづくりを通じて京都の文化とか技術を発信できたらなと思ってます。伝えるというその伝が京伝さんは伝、それがはあ、なるほどね。すごいんですよやっぱり達田さん。触っとこ。どう手触りどう？ありがとうね。社長の手触り。じゃあ達田さんがよう分からへんねんな、お前との関係性が。ライジングスターズゼミ。さあそんな大きな目標を胸に Amazon に出品し始めた達田さんですが、当時 Amazon での広告活用に対して実はこんな状況でした。あかん、全然わからん。分からん顔これ。会議の時にこういう人いるよな。話めっちゃ聞いてはるけど、多分話絶対分かってへんやろなっていう人。目の前で座ってはる人、こんな顔の人おるわ。めちゃくちゃいる。後で言われんねん、上司の人に分からん時聞けって。分からんまま持ち帰らはんねんこの人。分からんまま持ち帰ったんです。全然分かんなかったんですよね、達田さん。いや本当にそうで、もう EC も分かんないし、もう広告のことなんかなおさら分かんなくって、で社内にも分かる人がいなかったから、本当にもう未知の状態でしたね。大変やな。そうでもこれ別にね達田さんがこれ何にもやってなかったっていうわけではないんですよねこれ。そうなんですよ。一応ね Amazon Japan 主催のセミナーとか受けながら徐々に勉強して、勉強したと。なんとなくこうふわっと分かりだして、スポンサープロダクト広告っていうのをこれなんとなく運用しだしたっていう感じですね。まあ踏み切ったわけですね。やろうかと。そうちゃんとこの勉強しながら広告運用をこうスタートしたんですけども、するとですね、ある程度商品が売れる時期もこうあったんですけども、しかしそこでちょっと達田さんはあることを感じてしまいました。それがこちらです。あれ、単品の財布としてしか売れてない。なるほど。そういうことなんです。これフリップいります？これ何がですか？フリップいらん別に。達田さん言わはんやつ。いややっぱもういる達田さんが写真撮ってくれ言ってじゃあほなこれ使いましょうかって。使いましょうか。好きやねん写真。ほんまさっきやろ撮ったん。もうさっきの達田さんやもん。違う。これいるこれ。でこれがですねスポンサープロダクト広告をこうし始めてですね、その後商品はこれ売れたんですけど、いまいちそのコトカルのこのこだわりだったりこのブランドストーリーの部分がこうあんまり伝わってへんなという。細かいところまではね。そうなんですよ。そう思ったんですね達田さんね。そうなんですよ。このスポンサープロダクト広告って、検索のこうキーワードに対してこう商品をね露出、させていけるんですよ。だからミニ財布を探してる人に商品を紹介できるんですね。そうなんですよ。言うたらこんな風にですね、このミニ財布ってものすごく競合いろんな商品が出ててあるんですね。めちゃくちゃあります。で男性用女性用とか、もう価格帯とか、もう本当にいろんなものがバッと出てくるんでどうしても埋もれちゃうんですよ。そうですね。そうか。でもAmazonで探してるとちょっと難しい時あるもんね。いろんなもんがありすぎて。どれをどうしたらええんかっていうさ。そうなんですよ。選ぶ時大変。選ぶんがめちゃくちゃ大変なんですね。特に僕たちのそのコトカルっていうミニ財布は、見た目の色とか形、見た目もこだわってるんですけど、一番のこだわりってやっぱり構造、機能性なんですね。なんかちっちゃくてもたくさん入るとか。革だけど軽いとか、あと一番はやっぱり小手君もさっき見てくれた、お札が折らずに入るっていう。ここがね一番ですよね。これが一番大事なところなんですね。そうなんですよ。ですね。だからつまりはですねこちらになりますね。この商品のこれらのこだわり特徴がですね、商品画像静止画だけでこう伝わらないというこの未知なる課題に直面したわけですよね。こういうのありますよね。でもある。画像だけでは分からん時あるよね。大きさとかもちゃいます。ほんまにそうでしょ。あるよほんまに。あります。なんかちょっと怖い話になりますけど、
物件をね見に行ったんですよ、引っ越す時に。あ要はあるやん、その間取り、はい見て「あ、いいですね」って「ちょっとここ内見行かしてもらっていいですか?」って行ったら内見で見に行ってね、はいで間取り見ながら見るじゃないですか、そしたらこの間取りにはない部屋が1個だけあるんですよ。怖いねほんまに怖い何ですかこれって言ったら「あ、すいません、もう行きましょうこの部屋」って怖いね言うてたけどあん時真っ暗やってんその部屋。真っ暗の部屋あったって怖かんあれあってんそれ。そうだまあでもほんまに怖い話やめてライジングスターズゼミさあでは商品のこだわりを伝えていくために達田さんたち京電さんこれは何をしたのかこちらをご覧ください、動画ですか？動画です。そうなんです。こちらですね達田さんたちはそこでスポンサーブランド動画広告をこれ始めます。へえ。はい。そうなんですよ。この僕たちの構造のお札が折れないっていうこだわりを表現するのにぴったりだったんですね。はあ、なるほどね。はい。どうですかこの動画。いや、分かりやすい。やっぱ動画があった方が、やっぱ静止画だけじゃ本当のところ分からんから、いろんな方面からも分かるし、なんかまるで手に取ってるようやからめちゃくちゃ分かりやすい。購買欲がそそられる。こういうのあった方が買いやすいです。めちゃくちゃ買いやすい。だからその昴生君がそう言った通りこのスポンサーブランド広告を利用した結果ですね、こういった効果がございました。一つ目、画像では伝わらない構造、これがちゃんと伝えられたっていうこと。そうですね。動画やと分かりやすかったですもんね。でもう一つあってこの広告を使うことでブランドストア、これ Amazon の中である僕たちの店舗ですね、こっちにお客さんが見に来てくれることがすごく多くなったんですね。だから商品だけじゃなくてそれを作ってる会社にも興味を持ってくれるようになったという。そうなんです。素晴らしい。僕たちミニ財布以外も作ってるんですけど、他の商品を見てもらったり、あと自分たちのこだわりとか思いとかストーリー、ロゴとかもそうなんですけど、全体ブランドとして見てもらえることができるようになった。だから財布がもうワントップで走ったけどその後に続いていろんなものがね続いて会社自体がぐっと上がる。素晴らしいですね。僕たちも単体でしか物が売れてなかったっていう僕たちにとってはこの広告が本当大きな一歩になりましたね。すごい。動画一つで変わるもんですね。ですね。さあまたですね、競合が多い中で埋もれてしまわないためにですね、さらに他の対策もされております。他の対策。はい。それがこちらです。達田さんお願いします。はい、これはスポンサープロダクト広告で商品ターゲティングを実施して競合のページに自分のところの商品を露出させていくっていう広告を出していきました。商品ターゲティングっていうのがAmazon 内で他社の商品ページの下の方にですね自分のところの商品をしれっと出していくという。すごいありなんですね。それ。こういうのがありなんですよ。それを達田さんが違法でやってると。やられる時もある。やられる時もある。やる時。差し合いですね。やり合い。そうやり合いです。これはもう当たり前になってます。はあ、すごいですね。そういう方法があるんですね。そう。だからつまりこれミニ財布を探して他社の商品にねみんな探していくじゃないですか。そこにうちの商品を下に出しとくと見てもらえる可能性が高まるっていう。そりゃそうですよね。そうなんです。そりゃ高まるわ。だって見たい商品で見ててそれに同じニーズに合ったような商品があったらこんなんもあんにゃって言って。だからデザインがかっこよかったりしたりそっちに行っちゃったり。だから買い物時間かかんにゃ。そういうこと。この人のせいや。この人そういうことやったからやね。買い物時間かかるの。うちの奥さんがずっと携帯見てるのこの人のせいやね。Amazon から抜け出されへんのはそのせい。京電さんもそういうのを狙いやったんですがここである失敗を犯してしまったことに気づきます。失敗です。それがこちらです。ターゲット設定間違えてるやん。そういうことなんです。何枚撮ってんの？ターゲット設定間違えてるやん。そこもまだ言ってないですよ僕そこまで。ターゲット設定間違えてるやんまで言ってへんねん。この目見てください。なんなんこれ。誰に指示されてどこ見てくださいって言われて。自分で全部自分プロデュース。自家プロデュース。そうもちろんや。この角度で来てください。達田さんが言ったの。いらんけどなこれ。でもこれいいでしょ。いいですね。いい写真。いい写真です。ありがとうございます。最高の一枚です。自信あります。自信あります。でコトカルのこのミニ財布この商品の強みは革にもこだわってるし京都で手作りで一点一点作ってるんですね。そうですよね。だからどうしても価格帯が1万円から2万円ぐらいの商品になってしまうんですよ。手作りやってそうなりますよね。そうなんですよ。でそれに関わらず本物の革ではない安い財布とか例えば2000円ぐらいの低価格設定の財布を探している人たちに当たるような広いターゲット設定で
広告をかけてしまってたんですね。お客様が求めてるものと合ってなかったんですよ。ですね。でなんか競合商品に埋もれないようにとにかく競合が露出しているところにもう自分たちも広告出さないとっていうね、もうそういう気持ちが焦ってなんか陥った落とし穴でした。そうなんです。なのでこのねターゲット設定の失敗からこんな教訓が学べると思います。広告はお客さんの欲しいを満たす、ための架け橋なんですね。で自分たちが売りたい視点じゃなくって、お客様が買う視点、これで広告運用するのが大事ですね。お客様の目線になろうと。そうなんです。大事ですね。で周りの競合が広告を出しているところのお客様が、自分たちの商品を求めているとは限らないですね。そうですね。せっかく予算かけて広告を出しても、お客様のニーズに合っていなければやっぱり効率が悪いです。確かにね。だからそのため今僕たちは同じ価格帯の競合に広告を調整して本革とかあとは1万円から2万円の商品にターゲット設定をして精度を高めていってます。これ大事やな。大事ですね。だって巣鴨にタピオカ屋さん出しても意味ないもんね。意味ないもん。ターゲット設定できてなさすぎやもん。できてなさすぎやもんね。巣鴨にタピオカいらないよ。原宿とかに出さんと。原宿にわらび餅の車行ってもしゃあないもんね。意味ない意味ない。知らんねんからみんなわらび餅なんか。そういうことやもんね。そういうことです。そういうことです。表参道にそろばんじ。もうええわ。そこの例えうまいな。ライジングスターズゼミ。さあというようにですね、前回の失敗を生かしながら改善を繰り返してきたわけなんですけども、昴生君覚えてますでしょうか？京電さんの目標。目標覚えてます。京都発信の世界ブランドを作る。正解です。ありがとうございます。だいぶ優等生ですね。いやいや、もちろんそれはもちろん。これはもうほなもう卒業でもいや早ないですか？いいですか？いいと思います。いいと思いますじゃなくて、あると思います。いや帰ります。確かにあると思いますの言い方で、いやいやまだまだまだ。何帰ってんの？こういうとこだけなんか呼吸合わせて。なあ。コミカルにやらせてもらう。ここだけすごい打ち合わせしてたけど。もうここやりたくて。やらしてください。いやそうです。まだまだやらしてください。それではですね、目標を達成するために必要なこと。これは何やと思いますか？逆に。ハットにメガネをかける。違います。これ達田さんのそれはこれ達田さんのポリシーなの。ポリシー。もう達田さんそれ教えてください。それは。はい、新規のお客様です。そうです。新規のお客さん。当たり前ですよね。それは新規のお客様がそれは目標達成ですよね。八分丈のズボンとか。違います。全身ブラックコーデでもないです。お兄ちゃんがこういじるたびにちっちゃい子でやめてください飛んでしまうって言ってやめてください。ライジングスターズゼミ。コートカルのブランド自体を気に入ってくださっているお客様、一定数いらっしゃるんですけど、やっぱりもっと世界に向けて売っていこうと思うと、やっぱりもっとブランド知ってもらうためには新規のお客さんにコートカルを知ってもらって商品をお届けすることが必要なんですね。そういうことなんですね。というようにですね、今までこのようにそれを頑張ってこられてきた京電さんなんですけども、またそこで別の失敗をしていたことに気づきます。めっちゃ失敗してはるやん。それがこちらです。またやほんでこの写真。あかん。既存のブランドファンにだけ広告を届けてた。そういうことなんですね。ちょっと写真のテイスト変わりましたけど、今回はあまりかっこよくない感じの。いやいや今回は色違いの。色違いです。ここちょっと今回はちょっとデザインがセンタージッパーの違ったんですね。ほんまや。いろいろあります。おしゃれ。おしゃれこれ。おしゃれやね。こだわりがいろいろ。こだわりがいろいろあります。こだわってんねんそれ。なるほど。既存のブランドファンにだけ広告届けてた。そうなんです。はい。コトカルで検索する人たちはやっぱりブランドを指名してくださるぐらいなんで、ある程度ね購入意欲が高い可能性があって買いに来てますから。そうなんですよ。ロアスっていうね数字がやっぱり良くなるんですよ。で僕も経営者としてどうしてもねそっちにばっか目がいってしまう。売れてますからね、売れる方にね。そうなんですよ。行っちゃいがち。コトカルで検索してる人向けの広告を重視をずっとしてしまってたんですよね。なるほどね。だから新規のお客さんっていうよりはそっちを見ちゃってたから。でもそっちの方が売れちゃうからこれ仕方ない話ではあるけどもね。そうなんですよね。でもねそれだといつまでたってもそのコトカルをね新しいお客様に知ってもらうことができないんです。なので達田さんはこんなことを考え対処されました。こちらです。
ファンを離さないための守りは必要だけど、新しいお客様にリーチするにはやっぱり積極的な攻めが必要。バランス難しいなこれでも。そうなんですよ。自社ブランド名のキーワードはファンの方を離さないためのディフェンス策としては有効なんですけど、やっぱりねこうロアスが下がってしまう可能性はあるんですけど、新規のお客さんにリーチしたいんであればやっぱねポテンシャルのあるキーワードをねくまなく網羅して、隙間がない状態を作るオフェンス策も必要だということを学びました。ディフェンスもあれやけどオフェンス策、これ難しいとこですね。そうですね。隙間がない状態を作るっていうふうに言ってありますけど、何をされたの？これがですねAmazon の広告管理画面で、検索用語レポートっていうのが見れるんですね。でそこで購入見込みの高いキーワードをじっくり探していくんです。例えばもうミニ財布とか、お札とか折れないみたいなキーワード、この順番を入れ替えるだけでもね全然変わってくるんで、そういう対策をねちょっとずつでチューニングしていくって感じですね。すごいですね。微調整を繰り返してこれを攻めの姿勢を続けたこの結果ですね、なんと9ヶ月で約 2.4 倍まで増えたということなんですけども、その時どうでしたか達田さん？やっぱり嬉しかったです。そうですよね。結果につながるっていうのでね。そうですよね。さあそしてですね、そのように新規のお客様がこう必要なのにですね、結果を重視して守りの広告をしてしまっていたということで、そんな京伝さんがですね皆さんに伝えたい教訓があります。教訓。はい、それがこちらになります。何ですかこれ？その路上で一言書いてはる人？違います。あなたの顔見て一言書きますじゃないです。の人じゃないですか？じゃあ違います。そうなの？素晴らしいですね。何ですかこれは？安全圏を守るだけでなく、時には結果を度外視した道へと踏み出す勇気も必要。ありがとうございます。今までの失敗を振り返ると、なんかお客さんを見ずに競合ブランドばっかりを見て広告かけてしまったりとか、なんか守るためのこうなんていうディフェンスの広告ばっかりかけてたんですけど、なんかね未知なことに挑戦しなかったっていうことがなんかこう失敗を招いたのかなっていうふうに思ってます。だから何に関しても挑戦っていうのはしていこうっていう、そういうことです。大事やね。なんか僕もなんかここで止まらずにどんどん挑戦していかなあかんなって思いますよ。これはだって失敗繰り返してそれでも立ち上がっていくっていう、もう底力も素晴らしいですよね。で Amazon には本当にねもうたくさんの出品者もいますけど、同時にたくさんのお客さんもやっぱいるんですね。だから、その中には自分たちの商品を求めている人っていうのは必ずいるんで、そのお客様に一人でも多く届けるために、自分たちにとっての正解を見つけていく、一緒に未知なる挑戦を頑張りましょう。ぜひぜひよろしくお願いします。そうですよ。なんか一人一人のためにっていう、ここがちょっと心打たれましたね。止まってちゃダメなんです。新しいことをする。頑張ります。リズムネタもやる。そうですか。わかる？キャッチーな一発ボケとかも考える。長尺のロケ嫌がらない。ライジングスターズゼミ。もう終わりですね。はい。これはこちらでですね、今回の京伝さんの授業をおしまいとなります。寂しいな。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。昴生君はちょっと居残りで。居残り？ちょっと掃除とか。掃除いる？いります。俺一人やのに。この後の吹奏楽部頑張ってね。俺吹奏楽部？そんな設定あんの？僕吹奏楽部なん？頑張って。この後吹奏楽部。吹奏楽部？頑張ってね。応援してるよ。今度の市民会館での見に行くから。定期演奏会？頑張ろう。学びの先に道は開ける。